ひとみです。こんにちは。今日はバケツリストはどれくらい実現したか、5年後の今レビューしてみようということで、バケツリストについて振り返ってみたいと思います。バケツリストとは、生きているうちにやりたいことを書くものですね。リストにして書くものです。大きな夢からささやかな願いまで、いろんなことを書いていいものなんですけれども、願いは書くと叶うというじゃないですか。じゃあどれだけ叶ったのかということをレビューしてみたいと思います。こちらロイヒトテルミ1917っていうやつですね。これバレットジャーナルとして使ってたやつなんですけど、2020年に私こんなこと書いてるんですよ。バケツリスト、これ2020年なんで、今2025年なんで5年後なんですけれども、じゃあ5年後にどれぐらい叶っていたのか、書くと夢は叶うって本当かということをレビューしていきたいと思います。皆さんバケツリストは作っていらっしゃいますでしょうかね。ジャーナリングがお好きな方はやってらっしゃるかもしれないんですけれども、ロイヒトテルミ、ここはもうすっかり緩んで伸びてしまって大変なことになってるんですけれども、なぜ100個も書こうと思ったのか、そのきっかけなんですけれども、夢を叶えたいというか、やっぱり自分が何がやりたいのかなっていうのをはっきりさせようと思って書き出したわけなんですよね。とりあえず100個書くことにしようと思って決めたので、ここにランダムに書いてあります。で、いろんなジャンルのいろんな分野にやりたいことがあるし、やりたいことの中にも結構いろいろ大きさに違いがあるんですよね。大きな目標から小さな願いまでいろいろあると思うんですけれども、そういうのをこちらは結構一通り書いたものですね。で、先に紹介すると、これバレットジャーナルやろうとしてたんですけれども、私はめんどくさがり屋なので全然続かないと。なので、2021年からは自分手帳デイズミニですね。こちら2021年、2年、3年、4年で、今年が2025年と、こういう風に使い続けてきて、でこの100のリストっていうのもちょっとこちらに書き写しているというか、新しく作ってるんですよね。でそれを先にちょっと簡単に紹介します。ご覧いただきたいんだけど、この2021年の自分手帳デイズミニね、ここにさ、自分手帳面白いのは、いろいろ目標だとかやりたい100のリストを書くところがあるんですよね。こうやって。で、私はここに100のリストを、さっきの2020年なんでしょ。で、2021年に改めて書いてるわけなんですね。で、この時はこの色分けしてあるんですけど、ここにほら、仕事、ダンス、書く、旅、暮らし、健康、別紙ヘッド活動、家族、人とのつながり、発信を読とその他っていう風に書いてあるんですね。こう分野別に分けて10個ずつ書き出してみようかなと思ったんですけれども、これはこれで整理されてていいんだけれども、ちょっと難点があって、10分野にバランスよく10個ずつ出てこないっていうことですね。たくさん書きたいところもあれば、そんなにたくさんないかなというところもあるので、本当は分類整理されてた方がいいかなと思ってこういうふうに書いたんですけど、やっぱりこれじゃなくてもいいかなって今は思ってます。こういうのが分かりやすくていいわっていう人がいたら、ぜひトライしてみたらいいんじゃないかなと思っています。で、この2020のバケツリストに戻ってみようかなと思うんだけど、いろんな分野がありますね。明るくて心地の良い自分の家で暮らすとかね、こういう大きくてちょっと抽象的なものもあるんですけれども、抽象的かディテールで詳細に書いた方がいいかっていう問題もあるよね。目標の大きさ、大きいもの、小さいもの、それから抽象度、すごい具体的なことなのか、すごく割と大きな話なのかっていうことと、中長期的に叶えたいのか、来週には叶っちゃうことなのかっていうことを、考えながら書いてもいいし、ここに一つずつ注釈入れてもいいよね。分類で1とか2とか分けてみてもいいかなとは思うんですけれども、この中でも叶ったこと結構あるよね。好きな街に滞在する、これはないな。これベッシーヘッドのウェン・リンクラーズ・ギャザーを出版する、これは叶いましたね。はい、一番大きな目標でした。人生の中でエッセイ本の出版、叶いましたね。などなど、深夜のラジオパーソナリティをやる、一応雨雲ラジオやってるので叶ったことになったんでしょうか。リアルラジオをやりたいですね。行ったことない国は時間をかけてたくさん旅をする、三角ですね。ちょっと叶ったかな。で、
いう風にやっていくとちょっと感じることがあるわけですよ。でここバーって見てると私の場合はね結構ベリーダンスに関する目標が多いかなって思う。ダンススタジオを自分ので好きなだけ踊るとか、それもいいんだけど、なんていうのかな、今となってはそこまで強くやりたいと思ってないかなっていうのがたくさんあるかなっていうことに気がついたんですよ。当時この時はもうすごいこれやりたいって思ってって実現するかしないかはともかくとして目標の大きさはともかくとして書き出したんだけど、でもちょっと時間が経ってみるとなんかこれいいかなとか、なんかもうこれも叶ったしなとか、別にリストに書くようなことでもないなっていう風に変わっていくものなのかなって思うんですよね。だから実現しなかったからけど別にいいかなっていうもの、それからちょっと興味があんまないかなっていうか、あまり熱意がなくなっちゃったかなっていうものっていうのがあると思うんですよ。だからやっぱり目標っていうのも生き物みたいなもんでどんどん変わっていっていいのかなと。これは絶対一生やるんだ、一生かけてこれをやるんだとかっていう風に今決めなくても別にいいんじゃないかなって思うんですよね。だからこういう風にこれは1年後に書き直してもいいんですけれども、また半年後とかに見直してで新しく書き直してもいいと思うんですよね。やっぱり人は変わっていく生き物なのでね、どんどんアップデートしていって、半年ごとぐらいにこのバケツリストは見直してもう一回書き直してもいいかなっていうふうには思います。この後ってあんまりこれをやりたいとかいうリスト化をしてなくて、割とランダムにメモったりとかはしてるんだけど、ちゃんとしてこなかったんだけれども、ちょっと2026年はね新しい手帳になったらまた新しくやりたい目標100個を書き出そうかなって思ってます。でまた半年後とかにね見直せばいいかなっていうふうに思ってます。書くと夢が叶う、その理由とか仕組みってどういうものなんでしょうかと思うんだけども、一つはやっぱ書くことによって可視化されて無意識に意識するようになる。これによって心理的な効果があるというか、意識が向いていくわけじゃないですか。私こういうことをやりたかったんだっていう、こういうことやりたいんだってなるとそちらの方に意識が向くじゃないですか。そうするとやっぱり行動が変わっていくんですよね。それに向かって自分も本当に小さくてもいいからちょっとずつ行動をしていくようになるものなので、目標の大きさにもよるんですけど、そういう行動が現実を変えていくのかなっていうふうには本当に感じました。やっぱ行動が変わっていくとどんどん偶然の引き寄せだったりっていうか、引き寄せっていうとスピリチュアルっぽいけど、でもやっぱりこういうことがやりたいっていう風な方へ向かっていくと必ずそれに後押ししてくれるような人と出会ったりとかいろんな出来事があったりっていうのはやっぱり起きてくるものだと思うんですよね。それは不思議でも何でもなくて、そういうふうに意識が向いているからっていうことだと思うんですよ。なのでやっぱそのスタートとして書くっていうことが大事かなって思います。だからバケツリストをやるような願い事リスト、やりたいことリスト何でもいいんだけれども、そのリストの作り方について、人それぞれなんだけれども好みもあるんだけど、一つ整理してみるとリストの作り方、見直し方、半年に1回ぐらい見直すっていうのはすごくいいかもしれないなと私は思いました。それから100個きっちり書こうとか思わなくてもいいと思います。手帳ってどの手帳でもそうなんだけれども、あんまり綺麗にやろうとかデコろうとかきっちりこれをやろうっていうふうに考えてると、私なんかめちゃくちゃめんどくさがり屋なので全然続かないんですよね。だから100個きっちりやろうとか綺麗にしようとか思わなくてもいいと思うし、ちょっと書き直してもいいし、線を引いたりしてもいいし、汚いなと思ったら書き直してもいいし、書き直すっていうのもね無駄な行為ではなくて、これによって新しく自分の意識も向いてくるし、無駄ではないかなっては思う。で分野別にしてもいいしランダムでも OK。 さっきみたいな私の仕事だとかね、いろんな分野別にしても分かりやすいからいいかなとは思います。だからそれ別にねページを作ってもいいよね、あるいはランダムでも OK。 思いついた順にバーッと書いていってもいいかもしれません。それから大きな目標と小さな目標を分けるっていう書き方もしていいよね。さっきのリストはもう何でも一緒くたに書いてたわけなんだけれども、ちょっと大きなものから小さなもう旅に関することがすごい多いね。旅に行きたいんですよ。旅と書くこと、発信すること、出版することみたいなね、そういうことが多いんだけど、
あとは関連する目標をずっと連続して書くっていうのはいいかもしれない。旅に出たい、どこに行きたい、どこに行きたいっていうのもあったらいいのかもしれない。大きな目標と小さな目標って話をしたんだけど、大きなプロジェクト、大きすぎるプロジェクトがあったとするじゃないですか。で、私の場合はベッシーヘッドの雨雲の集まる時という1968年に出版されたボツワナ農村をね舞台にした作品があるんですけど、こちらの翻訳出版をしたいと思ってずっと出版社を探してたんですよ。ずっと長い年月かけて翻訳出版に向けていろいろ奮闘してたわけなんですよね。で、いろんな出版社に行ったりとか掛け合ったりとかして、結局自分で出版社を作って雨雲出版から雨雲の集まる時を出版するんだけれども、これってすごい大きなプロジェクトですね。私足掛け28年ぐらいかかっているので、それはこのような、バケツリストとかこういうものに今年の手帳とかに収まるようなものではなくて、すごい大きな話なんですよね。で、どうしてたかというと、これはもう別ノートですね。で、これベッシーヘッドの翻訳出版したいって思ったのは本当にもう20数年前のことなので、正確には分かんないんですけど、私はずっと20歳ぐらいから30年近く日記というかジャーナリングをやっているので、そこにはいっぱい書いてきたんだけど、ちょっとこのようなまとまった形で書くことはなかったので、2021年にこれはもう本気で頑張れと思って、こういうベッシーヘッドノートっていうのを作ったんですね。で、これには何が書いてあるかっていうと、一番大きいですね。これゴール、2021年、ベッシーヘッドのウェンメインクラスキャザーの私の日本語訳が出版されると。これ出版したいだと叶っていない状態がデフォルトになっちゃうので、出版したいじゃなくて出版されるっていう完了形で書くのが、ミソだなと私は個人的に思います。ここにイメージをはっきりさせるためにイラスト描いたんだけどね、これ開きが逆だよね。いいんだけど、こういうノートを作りました。これ何書いてあるかっていうと、出版に向けて何をしたか、ちょっとねノートで発信をしてたから、ノートのマガジンでどういう風にしたいのか、発信企画、目的とかツール、頻度みたいなことをこういう風に書いて、コンセプトとかターゲットみたいなことを書いて、こういう風に整理してノートのマガジンをやってたんですよね。ちょっと途中で止まっちゃったんだけど、ブレストとかアイデアとかすごいいっぱいここに書いてあるんですよ。ベッシーヘッドに関する発信をどういう風にしたいかっていうのを書いていったんですよね。で、いろいろ人と話をしたらメモったりとか、そういうこともこのノートにベッシーヘッド関連については全部ここにまとめてました。これは翻訳の時にこれは本当にスペシャルに美しい文章だなと思ったから、原文を書き写して手書きで自分の頭に入れるためにこう手書きでこうやって書いて、それで訳してた部分もあった。全部じゃないですよ。本当にここは大事だからと思ったところはこうやって書いたりしてましたね。で、基本的にはこれはログなんですよね。で、私はずっとお勤めをしていたので、本当にコンサルタントのお仕事が忙しい時って全く何も進まなくて、でも進まないなんてっていう苦しさの中にいたから、やっぱりこうちょっとだけでもベッシーヘッド関連のこの翻訳出版に向けた作業をしたなら、その記録を書いてました。最初はこうやって日付をちゃんと入れてもきっちり書こうと思ってやってたんだけどね、その長くは続かなかったんだけど、っていうのも本当に何週間も空いちゃったりとかすることがあって、本当に何にもベッシーヘッドのことやってなかったっていう時期も長かったから、出張に行っちゃうと1ヶ月半とかね、日本にいないのでなかなか忙しくて疲れてできないとかいうのもあって、そういう何年間かを過ごしてきたので、でもとにかくベッシーヘッドに関して何かやったらここにこう書くんだっていうことは決めてやってました。だから進捗ログを一つ一つ書いていくっていうのは、やっぱちょっとしたプログレスっていうか達成感、やっぱり本の出版をするってすごく大きなプロジェクトで長いスパンでやらなきゃいけないからくじけちゃうんですよね。だからちょっとだけでも達成したものっていうのを書いていくってすごく大事だったかな。ベッシーヘッドに関してはこういうふうに書いていったりブレストしたりっていうようなことを続けていました。で、それがすごく大事な作業だったかなって思います。それでもちろんめでたいことに、私は2025年雨雲の集まる時というこちらのベッシーヘッドさんの本を雨雲出版から出版しました。
1997年にベッシーヘッドさんに出会ってから、ここに来るまで長い長い道のりでした。これは果たしてノートに書いたから夢が叶ったのかとかわからないんですけど、そういう作業を私はしてました。とにかく書くっていうことですね。これベッシーさんです。やりたいことのリストを楽しんで書ければいいと思うので、綺麗に埋めていく必要は私はないかなと思います。もちろん綺麗にきっちり書くのが好きな方はもう大好きなやり方でやればいいと思うし、でも私はバーって書いてどんどんアップデートしていくっていうのがいいかなというふうに考えています。自分もやっぱり変わっていくし、実現されたら次のところに行きたいっていう気持ちになっていると思うしね。夢って雲みたいなものなんですって。一回掴んでしまうとなくなっちゃうんですって。つまり夢って消えてなくなるんですよね。でまた新しい夢、また新しい雲をつかみに行く。やっぱりこのリストっていうのもどんどんアップデートされていいものだと思うんですね。だからガーッと決しては書き直し、決しては書き直しっていう作業は意識をリフレッシュしていくというか、自分の中に自分自身にリマインドしていく、あるいは自分自身がこういうことやりたかったんでっていうのを発見するためにもすごくいいやり方かなと思います。だからルールに縛られないでいいと思うし、自分のやりやすい方法でやっていけば良いのかなと思います。で本当に好きなノートとかね、好きな手帳でやりやすい方法を考えてやればいいんじゃないかなって思っています。今日はバケツリストが叶ったのかという話をしてみましたが、自分自身のアップデートして自分自身のマインドをそちらの方に向けていく、応援していくためにもこうやって整理して書いていくのってすごくいいことだと思います。で自分が変わっていくっていうのは当たり前のことなので、状況も変わっていきますし、そういうのも楽しんでいければいいんじゃないかなと思います。皆さんはジャーナリングやってらっしゃいますでしょうか。どんなことをバケツリストに書きたいですか。どんなこと書いてますか。ぜひ教えてください。今日はここまでにします。ジャーナリングについてはどんどん動画を作っていきたいかなと思ってますので、ぜひ引き続きよろしくお願いします。チャンネル登録していただけたら嬉しいです。ありがとうございました。ごきげんよう。ちょっと今これやってみようかな。以上です。悪くないかな。全然できてないかな。はい。ということで、あれだよね。できる目標を書くっていうのも大事かもしれない。ということで、2020年の経済